海の万博と言うておりますが、万博は万博の会場だけで閉じるものではなくて、やはり皆様とつながりを持って、これは過去からのつながり、現在のつながり、未来のつながりという意味でですね、そういった意味で海の万博を開催しようということになりまして、今日皆様、本当、国のご関係の皆様、地方のご関係の皆様、また民間の皆様、たくさんお集まりいただいております。やはり日本の国ですね、四方八方海に囲まれて、やっぱり海なくして、語ることができないのがこの日本、ではないかなというふうに思います。そして大阪市ももう皆さんご承知のようにですね、大阪市の市章は身を尽くしという、航路を示すですね、標識が元になって今の大阪市の市章になってますけれども、それだけ海と切っても切れない関係にあるというのがこの大阪の街であります。まさに、大阪の発展は港からというような合言葉でですね、私たちは大きく変えました。本当にこの万博の構想もですね、10年間かかったんですけれども、このような形で思いっきりこの街を、一つの街を作ってしまいました。そして今から5年後にはですね、リゾート統合地、こういうような計画もできています。そしてまた私たち今議会の方では、この万博の跡地をどのような形で使うか、今これも検討させていただいております。まず3本の柱、コネクテッドポート、プレミアムポート、スマートポートという3本の柱で、中長期政策を位置づけておりますけれども、このプレミアムポート、新たな価値を創造する空間というところで、地域の価値を向上させ、観光客や市民を引き寄せる美しいことづくり空間にというところで、まちづくりと関係しております。またさらにコネクテッドポートということで、クルーズ需要のさらなる取り込みとかですね、それからスマートポートの中で、港湾の強靭化、防災の機能とか、そういったものも、この中で言及されております。道の駅っていうのがあって、今全国区になってもう親しいんですけれども、それの港版のようなことで始まったんですが、なかなか認知度が伸びなくてですね、港オアシスのイベントをやってですね、来場者にアンケートしててもですね、港オアシスって知ってたっていうと、大体 10% から 20% の方しか知ってるって言わないんで、その辺が非常に今課題かなと思っておりますし、その中の一つのコアなイベント、コンテンツが C 級グルメっていうのがあります。これはやるとですね、結構人が集まるんで、この辺これからどんどんコマーシャル宣伝していきたいなと思います。実は港で毎年100万人が来てたんです。人口3万を切った町に100万人を来る港オアシス道の駅のところがオープン以来7年連続で100万人を来ていただきました。その後令和2年度からコロナウイルスがありました。ところが他の道の駅大体3割から4割その時売り上げが落ちたと言われています。我々のところは83万100人ということで2割でとどまったんです。その2割でとどまったのはやっぱり市民の皆さんが利用してくれたんです。それで、他のところに比べれば落ちようが少なかった。それ以降4年ずっとやっぱり100万人はいきませんでした。ところが、5年ぶりに本年106万4000人ということで5年ぶりに100万を突破しました。緊迫する自然災害や不安定化する国際情勢に私たち港としてですね、どうやって取り組んでいいかということをお話したいと思います。別府港では数年前から東南海地震や地球規模の自然災害、世界的に拡大される紛争、日本を取り巻く環境は不安定と思い、これらに備えるエネルギー、飲料水、食料の国内完結は喫緊の課題と考えています。ここで数年前から、大学をはじめ大手企業の協力を得て、空中の CO2 から軽油を生成する装置、聞いたことがあると思いますよ。既存温泉に影響しない地熱発電システム。これは地下でボイラー化するっていうんですかね、構成内の熱交換をやるという実証実験に成功しております。これらの海を活用した取り組み、SDGs 未来都市の取り組み、
サステナブルな観光地づくりに向けた取り組みを進める上で、常に核となる存在、よりどころというべき存在が日本三景天橋立でございます。日本神話の頃から現在まで何世代にもわたり引き継がれてきたこの天橋立のある宮津を未来の世代に引き継いでいくことは、今に生きる私たちの世代の使命でもあるというふうに受け止めております。昨年度、ようやく大阪港湾局によりまして、この地区の再開発事業について民間事業者への意見聴取が行われました。多くの提案があったと聞いております。また、港区役所におきましても、再開発に向けて、実行のまちづくり計画の改定作業が行われつつあります。この再開発こそが、実行地域再生の切り札だと考えております。干潟を作るには浅場が必要だし、上流から流れてくる土砂が必要です。で、それをどうやって港の近くに担保するかってことなんですが、干潟のその楽しみ、価値っていうのを市民の人たちに知っていただくってことが重要で、そのために大阪市漁協さんと一緒にやってるのがこの石ひびっていう取り組みです。これ畑中さんですけど、初めこんな一列の石を並べたんですが、こいつを徐々にですね大きくしてきまして、でこの石垣の内側にその取り残された魚たちを取るという、そういう活動をしてですね、多くの人がこれで楽しんだら、干潟っていいもんだなって、思ってもらえると思うんで、こういう活動をしています。海の重要性、また特に海洋といった場合ですね、世界とつながる大きな海の西の玄関口としてのこの大阪のこの西のエリア、ベイエリアですね、この地域が今ですね、さらに見直されつつあるなというふうに実感をしているところでございます。4、5年ぐらいしたらですね、この大阪に住んでる皆さんが、あそこの天保山から世界に向けてクルーズ船で旅行ができるというような未来が来るんじゃないかなと思って、そこは西先生ともども力を入れて頑張っていきたいなと。もう大阪に住んでる人がね、こんな楽しいとこないでと言ってもらえるぐらい頑張りたいなというふうに思ってます。北前船というのは当時のもういわゆるインフラでございますよね。大切なもんであったと。その方々がやはり守り神としてこの住吉さんを非常に大切にされたということが言えると思います。住吉大社はそんなことで、全国に47都道府県すべてのうちに住吉さんは祀られております。大体数で言いますと2300社ほどがございます。そういったことで、多分港津々浦々には住吉さんが祀られておるんだろうなというふうに思っております。舞島周辺、また淀川で、魚がどんな魚がいてるかっていうのを、ちょっとまず調査をしました。干潟にどういう生き物がいてるのかとかですね、こういうふうに人力で引っ張ったり、そういうその、ネットを引いたり、あとサーフネットといって、稚魚ですね、稚魚がどんなふうな稚魚がいてるかっていうのを、2人でこう引っ張るんですね。これはもう手作業というかですね、干潟になっているので浅いので人が入ってこうやって取ると。また機会があれば島の周りも見てもらいたいと思うんですけども、全部コンクリートで囲まれた島で、水深も7メートルから10メートルぐらいあって、浅場が全然ないんで、今後開発とか、いろんな意味で浅場を作って、先ほどこのデータにもありますように、自然海岸というか干潟っていうのを、作っていって、魚介類を増やしていきたいなと思っています。みんなが旬の魚ということを考えながら食べていくことによって、で漁師の方々もそれに沿って海のことを考えながら、資源の保護をみんなでやっていくという。でしかも、希少ななくなるようなものを取っていくんではなしに、たくさんあるものをね、みんなで安くおいしく食べていくっていうやり方をもう一回考えてもいいんじゃないかというふうに、私は考えております。ここで働く方たちに暮らしていただきたい、
そしてここにやってくる人たちに IR の会場だけで終わらず港区で観光をして帰っていただきたい。そういったところを願って、今から IR 事業者の方への働きかけ、またはそういった住居の、増やすというような取り組みというのを行政のできる範囲ですけれども精一杯やろうと思っているところです。客が来ないんであれば、呼べるような施設にすればいい。稼げる施設にすればいいと。それが、私がやったここでのその再生の事例ということになります。やはり人が呼べる施設、暗いとしょうがありませんので、特にですね、商業ゾーンのところは、こういった大改装をしまして、とにかく明るい人が塊ができるような意匠性を持った施設に変貌をさせました。子育て世代の交流の場を作りたいであったりとか、子どもたちには身近な自然の中で豊かな心を育んでほしいというコンセプトがございまして、ちょっといいねを日常にというところで、そんな思いから港区の憩いの場八幡屋公園を会場に、地域住民やレジャーイベントを来場者の皆さんが緑や空などの自然、人とのつながりを感じながら楽しめるマーケットを開催するということを決めました。一般社団法人港まちづくり協議会大阪事務局の新野でございます。先日関西経済同友会にも入会させていただきました。これ昨年の店舗座祭りでして、大阪 JC さんと一緒に共催してさせていただきました。これ阪神未来家です。どんどんやっぱり農家の方も少なくなって、日本の農村はですね、やっぱり厳しい状況にあるんですけども、丹波篠山はですね、農村の代表だと、これからもこういう良い町を守っていくんだということで、取り組んでいます。私たちがその魅力を再発見して、多くの方にその魅力を楽しんでいただいて、地域を元気にしていこう。そして、地域を元気にした活力を未来へつないでいって、地方創生の柱とモデルとなって丹波篠山から日本の全国の農村を元気にしていこう、そういうふうな企画を今行っているところです。米も丹波篠山本当に米どころでございまして、近年ではですね、環境や生き物に優しいお米ということで、特別栽培米というノートの恵み米という取り組みをやってございます。丹波篠山の学校給食はすべて 100% このノートの恵み米を使っておりまして、ついでにご紹介をいたしますと、丹波篠山の給食は、まず日本一に1回になりまして、次の年には、優秀賞ということで、2年連続で表彰をいただいております。日本の景観とか伝統文化、義理人情、こういった日本人の精神性などを伝えていきたいなと、そんなふうにですね、思わせるような空間があるということです。ザ・ジャパン、これぞ日本というのがある地域でございますので、ぜひここを丹波篠山に行っていただきたいというふうに思っているところでございます。フランス、ドイツ、イギリス、フィリピン、に、輸出もさせていただいております。本当に世界中の、消費者の方に、愛されるような、牛肉を、丹波篠山から発信していきたい、こんな思いで本日、来させていただきました。豊かな未来をこの港町づくりの中で海が持っている豊かさを受け止めながら保全もしてアートと一緒に未来を作っていけることを考えられたと思います。どうもありがとうございます。7つのコンセプトという形で、これは開港110年に向けてイベントを賜った時に考えたんですが、大阪の港は一つ、大阪は一つ、一期一会の心で、平和の心で夢を一つに、チャンスは一度、海は一つという形で皆さんとできればなと思っております。海っていうのに興味を持っていただいて、じゃあその海を、どういうふうにしたら、きれいなまま次の世代に残していけるのか、こういったことに、そこから少しでも、想像を、巡らせていただいて、一歩先にまた興味を持っていただけたらというふうに考えて、先ほどここでもねご紹介のあるこの、港天保山祭りですね、こちらの共催という形でご協力をさせていただきました。